こんにちは。今日はとても可愛い模様編みを考えてきたので、それを使ってワンハンドルのバッグを作っていきます。大きさは横幅25から30センチと中ぐらいのサイズで作っていきます。その模様編みは簡単な扇形と長編みだけで作っていきます。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で約40メートル、使用かぎ針の目安は8号。これを今回はちょっときつめに編みたいので7号で編んでいきます。あと途中透かし編みのところだけこの8号で少しゆったりと編んでいきます。あとはとじ針とマーカーを使います。作り目の数について説明します。今回私は鎖を35、鎖35編んでだいたい何センチの底になるかを底が出来上がってから測って紹介します。必要であればサイズの変更をします。それと違う糸で編む場合も最初の鎖の数は3の倍数マイナス1にします。鎖の数を3の倍数マイナス1にすればどんな数でも大丈夫です。鎖編みをしていきます。この時の鎖はちょっとゆったりと編んでいきます。でこれで必要な数だけ鎖を編んでいきます。鎖編みを35してきました。細編みをするので鎖をもう一つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここにする方が底がきれいに出来上がります。で針から1、2、2つ目に針を入れて細編みをします。で1つ目に後で分かりやすいようにマーカーをつけておきます。これが1つ目で、角をカーブさせたいのでもう一つ細編みをします。で次から一つに一つずつ細編みをしていきます。まず隣細編み、次もこの糸が盛り上がっているところ、次もこのまま端の手前までここまで細編みを続けます。端まで編んできました。最後の鎖に細編みを3つ。まず1つ目、同じところに2つ目、2つ目を編むときにこの糸端を長い糸の下を通って向こうに寄せておきます。で2つ目、次は3つ目、また同じところ、今度はこの糸端を長い糸の下を通って手前に寄せます。このまま3つ目の細編み、この細編みの中を通っているのでこの結び目が盛り上がったり、あと穴が目立ちすぎたりしないで編むことができます。でこれからこの糸端は編みくるんでいきます。そうすると糸端の処理が簡単になります。
次は3つ入れた隣、一つに一つの細編みをしていきます。隣、このまま一つに一つの細編みをしていきます。最初に編んだ細編みの手前まで、ここまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。ここは端の一つ手前、ここは普通の一つに一つの細編み、最後はここ、横から見るとこんな感じ。ここには最初の細編みが入っています。ここに細編みが2つ、ここにも細編みを1つ、これで端の鎖に細編みが3つ、こっちの端と同じ細編み3つになりました。最初の細編みに引き抜きます。これで細長い楕円形ができました。長さを測りますと約28センチ。次は側面の1周目を編んでいきます。まず鎖を3つ、1、2、3。次は長編み、絡めて鎖の根元の隣、ここに長編み、最初に編んだ鎖3つ、後で分かりにくそうだったら下から3つ目にマーカー、次も長編み絡めて次も、この側面の1周目はずっと長編みだけをしていきます。これで1周します。1周編んでここまで1周編んできました。足元を見るとこの鎖の出ているところ、これは引き抜いた糸、この鎖の出ているところは引き抜いた糸、細編みではありません。その手前のこれが最後の細編み、最後の細編みに最後の長編み、これを引き抜いてつなげます。この鎖は長編み1つの代わりなので、下から3つ目に引き抜きます。1、2、3で、この時この鎖の上が2本の糸の下になるように針を入れます。で、引き抜きます。これでつながりました。今回の底はこんな感じになります。で、次は模様編みをしていきます。で、模様編みは透かし模様なので中が少し見えることになります。もし中が見えるのは嫌な時にはこの長編みをもう少し繰り返します。例えば中にお財布を入れる場合、あまり見られたくない場合は長編みを好きなだけ増やします。今回はこの状態で次の模様編みをしていきます。
次は2周目を編んでいきます。2周目は透かし編みをしていきます。でこのままこの針で編んでいくとちょっといびつになったので、少し太い針を使って編んでいきます。私はこの8号で編んでいきます。さっきまでは7号、これからは8号、透かしの部分だけ8号で編んでいこうと思います。まず針を変えて鎖を3つ、で次は長編み、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、でこの鎖の根元はこの次から数えます。1、2、この2つを飛ばして3つ目、長編み、鎖、同じところに長編み、鎖、同じところにもう一つ長編み、これで長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、また足元2つ飛ばして3つ目に長編み、この長編みは1つ、こんな感じの模様を作っていきます。次また扇形、足元2つ飛ばして3つ目、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、扇形ができました。次またこの長編み1つ、足元は2つ飛ばして3つ目、次また扇形、これを繰り返して1周します。透かし編みで1周編んできました。最後の扇形の後には長編みが2つ、ここを2つ飛ばして最初の鎖、下から3つ目に引き抜きます。1、2、3、3つ目の鎖のまた上が2本、下は1本、この位置に針を入れます。で引き抜きます。これでつながりました。次は3周目。3周目は2周目と全く同じように編んでいきます。まず鎖を3つ、1、2、3、次また扇を作ります。針を入れるのはこの長編み3つあるうちの真ん中、ここに針を入れて扇を作ります。絡めて
真ん中、鎖、同じところ、鎖でまた同じところ。これで扇の上に扇、次この長編みの上に長編み、こんな模様になります。次また扇の上に扇、真ん中にこれで扇の上に扇、長編みの上に長編み、また扇の上に扇、これで扇の上に扇、長編みの上に長編み、これで一周します。側面の3周目を編んできました。最後は最初の鎖の下から3つ目、引き抜いてつなぎます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目はここと同じように長編みだけをしていきます。で、ここで針を細い方に変えます。この透かし編みの部分だけは8号、それ以外は7号にして編んでいきます。まず鎖を3つ、1、2、3、次は長編み、次の長編みはこの扇形の1つ目の上、次はスリット、次は2つ目の長編みの上、次はスリット、次は3つ目の長編みの上、この5点に針を入れて長編みをしていきます。まず1つ目の長編みの上、次はスリット、次は2つ目の長編みの上、次はスリット、次は3つ目の長編みの上、これで扇形の上に長編みが5つ、次は長編みの上に長編み、で次はまた扇形の上に長編みを5つ、ここと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 ここ、こんな感じで長編みをしていきます。次は長編みの上、次は扇形、ここと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 ここ、
こんな感じで長編みを編んでいきます。これで1周します。長編みだけの周を編んできました。最後は最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで4周目が終わりました。次はここを編んでいきます。でまた透かし編みになるので針を太い方に戻します。まず鎖を3つ1、2、3足元2つ飛ばして3つ目に長編み1、2、3次は鎖扇形を作っていきます。同じところに長編み次また鎖長編みここと全く同じです。で長編みの上に長編みでここと同じようにこの模様編みで1周します。1周したら次はここと同じくこの扇形の上に扇形次はここと同じこれを繰り返していきます。側面を13周編んできました。今は長編みだけのところ長さは約19センチちなみに横幅は26センチここで糸を切ります。最後の長編み最初の鎖の下から3つ目引き抜いてもう一度鎖1つを編むようにして糸を切ります。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけておきます。次はハンドルを作っていきます。でバランスを見たかったのですでにもう片を作ってあります。こんな感じで両方編んでつなげていきます。でハンドルを作る位置にマーカーをつけます。そこから整えて模様を整えて真ん中にマーカーをつけます。反対側も同じ模様を整えて真ん中このマーカーのところから5つ12345 5個目にマーカーをつけます。こっちも同じ12345このバランスはだいたい3分の1ぐらいちょっと内側に入っています。でお好みのバランスで作ってください。でこの幅でハンドルを作っていきます。真ん中につけたマーカーは外しても大丈夫です。で往復編みで編んでいくことになるので表の次は裏の長編みにするために内側から編んでいきます。これがバッグの内側を手前にしてマーカーのところで新しい糸でこの時手前からではなくて外側から針を入れて糸を引き出します。で新しい糸糸を引き出してしまって
1回結んでおきます。でこの糸端を編みくるんでいきます。まず同じところに針を入れます。手前から針を入れます。で糸を引き出します。ここから鎖を2つ、1、2、隣に未完成の長編み。未完成の長編みは長編みの途中絡めて、今針にかかっているのは3本、2本から引き抜きます。これが未完成の長編み。長編みの途中まで、隣にもう一度絡めて、この3本のうち2本から引き抜きます。これで鎖2つと未完成の長編みが2つ、一度に引き抜きます。これで数が減って斜めのラインができました。これを繰り返して減らしていきます。次からは一つに一つの長編み。このまま反対側のマーカーの手前の手前まで編んでいきます。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。この鎖2つの次、1、2、3、これが3つを1つにしたところ、ここにマーカーをつけておきます。で端まで来ました。次はこことこことここで未完成の長編み。まず1つ目、次は2つ目、未完成の長編み。次は3つ目、このマーカーをつけたところ、これで未完成の長編みが3つ、一度に引き抜いて数が減りました。斜めのラインができています。次また鎖を2つ裏返します。今表が手前になっています。で鎖の根元の次から数えます。ここに未完成の長編み、次も未完成の長編み。まずここ、次も未完成の長編み。これを一度に引き抜いて数が減りました。で今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。次からは一つずつこのマーカーの手前の手前まで長編みをしてきます。2段目の端まで来ました。またこことこことここに未完成の長編み。まずここ、次はここ、3つ目はマーカーのところ、これを一度に引き抜きます。次は減らし目の3段目、鎖を2つ裏返します。今内側から編んでいきます。
鎖の根元ではなくて、その次、ここに未完成の長編み、隣もこれで鎖と未完成の長編みが2つ、一度に引き抜きます。でマーカー、次からは1つずつ、またマーカーの手前の手前まで3段目の端まで来ました。今までと同じようにこことこことここで未完成の長編み、でマーカーのところ、一度に引き抜きます。鎖を2つ、4段目を編んでいきます。鎖の根元の隣、未完成の長編み、次もこれで鎖2つと未完成の長編みが2つ、一度に引き抜きます。でマーカー、次からは1つずつ同じことを繰り返して5段編んできました。今長編みは1,2,3,4,5,6,7 個になっています。次は端で減らさないでまっすぐ編んでいきます。で鎖を2つ、普段長編みをするときには鎖3つを長編みの代わりにするんですが、ここでは2つにしていきます。裏返します。で隣に長編み、ここになります。減らし目をしないので普通の長編み、分かりにくいときはマーカー、この鎖2つの下から2つ目、次から1つに1つずつ、最後はここ、これが6段目になります。次もまっすぐ編んでいきます。また鎖を2つ、1、2でまた1つに1つずつ、隣はここ、最後はこのマーカーのところ、端の鎖の下から2つ目、長編み、これでまっすぐの部分が2つ、これを繰り返していきます。これを繰り返してちょうどいい長さになるまで編んで、こっちとつなぎます。できれば
こっちとこっちちょうど真ん中ぐらいでつなげるといいかと思います。私は間違ってこの部分で糸を切ってしまっているんですが、だいたいこれぐらいを目指して編んでいきます。でこれは好みの長さなんですが、私は短めにして作っていきます。あと何段か編んでみます。10段編んできました。長さは約13センチ。こっちの数を減らしていない方は2段で約3センチ。この減らし目をしたところ、斜めになっているところは10センチなので、ここからここまでは13センチ。これぐらいの長さで合わせていきます。使うときに編み地が落ち着くまでは伸びるので、伸ばした状態でバランスを見て好みの長さにします。でこんな感じで決めていきます。で前に編んだ方も糸を引き抜きます。結び目を作らないで糸を抜いています。で今編んだ方も針で合わせるので、ちょっと長めに糸を切ります。で結び目を作らないでこのまま引き抜きます。で針に通します。裏返して裏から閉じ合わせていきます。で長い糸が出ている方を右側にします。で一つずつ合わせていきます。こっちは1234567、この端の鎖下から2つ目、こっちはこの端の鎖を含めて1234567、一つずつ合わせていきます。で今糸が出ているところ、こっちと合わせます。この鎖下から2つ目、上が2本になるようにします。で端はほどけないように2回糸を通します。で次は隣、こことここ、また隣、次また、で最後はこの鎖下から2つ目、ここに針を入れます。
端で、これを一回結んでおきます。で、あとはそれぞれを隠します。こっちも同じように隠していきます。閉じ合わせたら裏返して外側を表にします。で、こんな感じでつながりました。最後に縁を編んでいきます。次は縁を編んでいきます。こんな感じで編んでいきます。今外側が表になっています。このまっすぐのここら辺から始めていきます。どこでも大丈夫です。この長編みの端、新しい糸を引き出します。鎖を一つ、細編みをします。同じところに細編みで、この糸端は編みくるまずに置いておきます。次は鎖を2つ、1、2、次の長編みに細編み、今ここ、次はここ、細編みをします。また鎖を2つ、次はここ、細編みを1つ、また鎖を2つ、細編みを1つ、鎖2つ、ここはまたまっすぐのところ、2、4、6、7、7つなのでまっすぐのところ、鎖2つ、細編み、次からこの斜めのところ、ここも同じように鎖2つで細編み、鎖2つで、次はここ、次はここ、でちょっと目立つのでここに針を入れて目立たないようにしたいと思います。鎖2つで、次はここ、鎖2つで、ここで、次はここが斜めのライン、ここは袋状に編んだ縁の部分、こことここに細編みをするんですが、この間は鎖を1つ、今までは2つ、ここは1つで、この鎖は
小さく編みます。鎖1つを小さくして、この縁の長編みの上、ここではなくてここ、細編みをします。で、次も鎖1つ、小さな鎖1つで、1つ飛ばして2つ目、1、2、細編み、こんな感じで少し縮まりました。次も鎖1つ、1、2、次も鎖1つ、1、2、1、2、次は斜めのライン、また鎖1つで、次はここ小さくして、でこの長編みのところ、こんな感じになります。次からはここと同じ鎖2つで編んでいきます。鎖2つで、この長編みのところ、鎖2つで、これを繰り返してスタートしたところまで編んでいきます。スタートしたところまで来ました。最後も鎖を2つ、最初の細編みに引き抜きます。引き抜いたら鎖1つを編むようにして糸を切ります。で、引き締めて、でさっきの糸端と結んでから、で糸端を隠しておきます。こんな感じに出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。この模様編みは今回初めて編んだんですが、とても可愛い模様編みになりました。で、ストラップは太め。最初はちょっと伸びるので細くなります。で、その時にちょうどいいようにちょっと太めにしました。お好みによってはここをかがってもいいかと思います。持つ時にはこんな感じで、腕にかける時にはこんな感じで持ってもいいかと思います。とても可愛く出来上がりました。サイズは上から下までは31、横幅は26、この減らし目をしたところ、ここは30センチ、使った糸は 140g、 この玉の数でいうと4玉。最後までご視聴ありがとうございました。